第6問。損益通算負荷、一時所得の解約返礼金。学校では教えてくれない。FP、丸×クイズ、2級、タックスプランニング、全部で10問。第1問。決算書の分析に関する問題です。固定比率は、固定資産割る自己資本 ×100 の算式で計算される。決算書の分析に関する問題です。固定比率は、固定資産割る自己資本 ×100 の算式で計算される。それでは正解です。正解は、丸。固定比率とは、固定資産のうち、どの程度を自己資本で賄っているかを見る指標です。固定資産は、長期的に返済を必要なものもあるため、できるだけ自己資本で賄っている方が、企業が安全であると言えます。そのため、割合が低い方が安全とされています。固定比率、イコール固定資産、割る自己資本、×100。第2問。青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、所得税の青色申告の取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、所得税の青色申告の取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。それでは正解です。正解は、×。3月31日ではありません。青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月15日までに、所得税の青色申告の取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。第3問。その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、所得税の青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、所得税の青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。それでは正解です。正解は、×。その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を受けようとする場合は、所得税の青色申告承認申請書を営業開始日より2ヶ月以内に提出しなければなりません。ただし、原則として、所得税の青色申告承認申請書は、3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。今回は1月16日以後の営業開始となり、提出期限が異なります。第4問。住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2500万円以下でなければならない。住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2500万円以下でなければならない。それでは正解です。正解は、×。住宅ローン控除の適用条件としては、納税者のその年分の合計所得金額が2000万円以下という決まりがあります。また、他の条件として、住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の半分、2分の1以上の部分が自己の居住用であることなどもあります。第5問。所得税における住宅借入金等特別控除以下住宅ローン控除というに関する問題です。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。所得税における住宅借入金等特別控除以下住宅ローン控除というに関する問題です。
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。それでは正解です。正解は、丸。住宅ローン控除の適用を受ける際は、最初の年のみ確定申告が必要です。会社員等であれば、次年度からは勤務先へ必要要書類を提出することで、年末調整で住宅ローン控除が可能となります。第6問。生命保険を解約して解約返礼金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金にかかる雑所得の金額と損益通算することができる。生命保険を解約して解約返礼金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金にかかる雑所得の金額と損益通算することができる。それでは正解です。正解は、×。一時所得は損益通算の対象外です。損益通算することができる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。第7問。コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。それでは正解です。正解は、丸。設問の説明の通りとなります。事業所得は損益通算が可能です。損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺することです。例えば、上場株式等の投資を行って利益、譲渡益や配当などが出た場合は、税金がかかりますが、一方で損失が出た場合には、利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。第8問。所得税における各種所得に関する問題です。不動産の貸付を事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は事業所得となる。所得税における各種所得に関する問題です。不動産の貸付を事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は事業所得となる。それでは正解です。正解は、×。なんとなく、事業的規模は事業所得かな、と考えがちですが、不動産の貸付による所得は、事業的規模に該当する、該当しないに関係なく、不動産所得になります。第9問。不動産所得の金額は、原則として、その年中の不動産所得にかかる総収入金額、マイナス必要経費の算式により計算される。不動産所得の金額は、原則として、その年中の不動産所得にかかる総収入金額、マイナス必要経費の算式により計算される。それでは正解です。正解は、丸。不動産所得の金額は原則以下の計算方法で算出できます。不動産所得にかかる総収入金額マイナス必要経費。しかし、この不動産所得が事業的規模であるのであれば、青色申告特別控除の適用も可能となり、以下の式に変わります。1、不動産所得にかかる総収入金額マイナス必要経費マイナス青色申告特別控除額。不動産所得が事業的規模であったとしても、不動産から得た収入は不動産所得になります。第10問。税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、相続税は間接税に該当する。
税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、相続税は間接税に該当する。それでは正解です。正解は×。税金は徴収方法により直接税、税金を負担する者が自ら納付する形の税金と間接税、税金を負担する者と実際に納付する者が異なる形の税金に分類することができます。相続税は直接税に分類されます。1、直接税は所得税、法人税、相続税、贈与税、住民税、事業税、固定資産税など。2、間接税は消費税、印紙税、酒税など。今回のピックアップ、第6問。生命保険解約による解約返礼金は一時所得となり、損益通算不可。お疲れ様でした。引き続き一緒に頑張りましょう。チャンネル登録もポチッとお願いします。免責事項。本動画の解説が各種法令、規則、規定などに即して、または学術理論的検定試験的に誤りがあったとしても、それが原因で生じた損害については保証いたしかねます。また、実務での作業や各種試験での回答は、ご自身での判断のもと自己責任でのご対応をお願いいたします。本チャンネルに登場する個人名、団体名は実在する個人、団体とは一切関係ありません。フィクションです。